皆さんこんにちは。本日の DKTV は久々に黒八が仕上がりました。この数年間はね、NA が好きだという人のための仕上げをしてきたんですけれども、4スロから何からねやって、とりあえず NA は、一通りやったかなと。で、今回 H ケースの協力を得て、ターボをつけて100馬力上げてどうなるかと。今月末にね、H ケースの、お祭りが富士でありますので、そのために、今日シェイクダウンして、セッティングなんかを方向性を決めていきたいなと思います。ピカピカに磨いてこんな雨の中走りたくないね、もったいなくてね。バネートとしては、6キロ8キロか、この足でまず走ってみてどうかっていうね、パワーに対して追従しているかどうかっていうのを確認してみたいなと思います。さあ、それではインプレッションいってきます。シェイクダウン。いやー、なんか久々だね、黒八ね。今まではね、ずっとこう皆さんが NA でどこまでいけるんだろうっていう感じでやってきましたけれどもね、最終的にやっぱり4スロはその速くはなんないけど気分がすごく良くなるっていうね。4スロの音は魅力ですよ。そこから今度はね、NA ではもうやり尽くしたんで、今度はターボをつけてどうか、こんな感じですね。パワーを欲しがる人のために、さあどうなることやら。タイヤパイロットスポーツ 4S、 これで基準をね作っておかないとね。いいね、いい感じだね。雨はここの2コーナーがやばいんだよね。ハイドロ、このハイドロはやばいよ。パイロットスポーツ 4S は本当は使いやすいね。やばいでしょ、ちょっと。よくあるね。そんなでっかいタービンつけてビッグパワーは必要とはしないんだよね。やっぱこう86を楽しめるパワー、ノーマルのパワーに対してなんかトルク上がってるな、このパワーいいなっていうぐらいでちょうどいいんだよね。
5000、6000ぐらいがやっぱトルクあるね。下ってパワー入れちゃダメなんだよね、雨はね。シフトぐらいがやっぱ早いかな、トルクがちゃんとついてきて。パワーかけちゃダメなんだよ。ここは丁寧にいかないとね。雨だとこのダンパーとバネでいけるね、これね。だけどこれでハイグリップ入れたらどうかなんだよね。ハイグリップ入れたらちょっと足んないかな。6000シフトぐらいがいいのかも。ちょっと後ろが柔らかいかなっていうぐらいだけどトラクションがかかるよね。6300ぐらいまではいけるかね。パワーがちゃんとついてくるよね。ハイグリップ入れたらちょっときついか、このバネは。この雨量だともうロールが出てきちゃうもんね。ロールが気になる。ちょっとロール量が気になるな、この雨量だとね。いい感じのトルクだよね。さっきの雨量だとこの足でいいよね。もうちょっと降ってたらこのバネレートでいけるけどね。ちょっと雨が少なくなってきたからロールが増えてきたな。
感じなんだけどね。ほんといいトルクでいい感じ、乗りやすいよね。足もタイヤもね。森ちゃん。雨の日はこのぐらいの方が乗りやすいね。バネレート上げちゃうとこうピクピクくるから、このぐらい柔らかい方がロールをしてからロールから流れ出すっていうのが段階的に見えるから、足を固めちゃうとロールしないうちにこういきなりこう雨の量でつるっとくるからね。雨はこの方がいいよ。6キロ7キロです6キロ8キロじゃなかった、6キロ7キロで、普段乗りもいいしね、6キロ7キロぐらいだと。だけど富士スピードウェイとか鈴鹿とか、ああいうアベレージスピードが高いサーキットはちょっと辛いかな。このバネレートだとね、ちょっとこうロールが大きくなる。だからまあ8キロ10キロとかね、10キロ10キロとか、そのくらいで国際サーキットはいいんじゃないかな。まあこの乗り心地は失いますけどね、当然。やっぱこう普段乗りの乗り心地の良さを重視してるんで、僕の車作りってサーキットだけじゃないんですよ。サーキットも走れるストリートの足っていうのが僕の理想なんで、やっぱそう考えるとこの足はね、ちょっとこうドライで我慢すりゃいいかなぐらい。普段乗りがねすごくいいの、この足。7キロ8キロです。 KW のダンパーです。いやこの足はね、雨の中いいよ。乗りやすい、分かりやすいっていうのがあるよね。だからその6キロ7キロは僕の場合はやっぱりストリートメインなんで、ストリートの乗り心地だとか不快感とかをなくすためにこういう足にしてるんで、乗り心地を重視してるんで、それでかつサーキットも走れるっていう足なんですけども、雨でちょうどいいですね。この6キロ7キロかのバネレートで KW のダンパーで、だからハイグリップを入れるような人たちはこのバネレートじゃちょっと辛いかな。雨でちょうどいいんだから、ドライになるとやっぱりきついんじゃないかな。ドライでサーキットでタイムアタックしたいっていう人だと、ハイグリップタイヤを入れるんで、8キロ9キロとか8キロ10キロ、あるいは好みによってね、弱アンダーが好きな人はやっぱり10キロ10キロとか、そういう組み合わせもありだと思いますよ。で富士とか鈴鹿国際サーキットを走るような人たちは、当然最低でもフロント8キロリア8キロ、その辺がスタートじゃないかな。その代わりね、普段の乗り心地は多少犠牲にしないとしょうがないですよ。僕みたいにストリートメインにしてる車と違って、サーキットでタイムアタックしてなんとかいいタイム出したいなっていう人にとってはやっぱりサーキットメインになるので、普段の乗り心地は多少犠牲にしてもしょうがないと思います。やっぱりね、この 86BRZ のエンジンって200馬力って言ってるけど、シャーシ台で測ると180馬力ぐらいしかないんですよ。そこに対して HKS に協力してもらって、トルク重視のねターボつけてもらって300馬力以内で絶対壊れないっていうチューニングを、HKS に注文を出しまして、だからパワー出そうとすればでっかいタービン入れればもっともっとパワーも出ますよ。でエンジンなんかもね中もやっていけば、ただやっぱり
第一歩としてこのぐらいでいいんじゃないかなっていう、ノーマルエンジンでターボつけてちょっと遊ぶぐらいの人が世界中の人が多いんじゃないかなっていうので、まずここからスタートして、ノーマルエンジンに比べたら全然トルクありますよ。でタービンはちっちゃいんで上はね回しても6400、500だから6200、300でシフトアップした方がこの車の場合早いかな。中間トルクがね全然ノーマルに比べたら全然ありますから楽しいですよ。タイヤはね今までこの黒8に関してはねずっとミシュランのパイロットスポーツ 4S で、テストしてきたんで、だからこれが基準ですよねこのタイヤでこのサーキットでどうかっていう袖ヶ浦で、だから雨ではねもうちょうどいい感じ。あとはもうドライでもインフォメーションがすごくあるタイヤなんで楽なんですよ。その曲がりますよ、タイヤがよじれますよ、アンダー出ますよ、オーバー出ますよっていうのが本当にインフォメーションがあるタイヤなんで、僕は普段履きとして普通に履いてますね。でやっぱりタイムアタックするような人だとここからやっぱハイグリップタイヤを入れていくんじゃないですか。ハイグリップ入れた方がタイムは出ますけど、このミシュランパイロットスポーツ 4S は1日走っても帰れますからね。でそういう意味では気に入ってますよ。GR 早いよね。やっぱ新しい車はいいよ。ボディ剛性もしっかりしてるしさ、トルクもパワーもあるしね。だけど俺は古いのが好きなんだよね。一個前のね、なんだろうね、ひねくれ者。それはさ、速さも良さも新しい方がいいに決まってんだよ。だけどこういうさ、新車もいいけど一個前の古いのも仕上げていくと楽しいんだぞっていうのを世界中の皆さんに知ってほしいわけです。足はやっぱこっちの方がさしっかりしてる。僕の6キロ7キロだとどうしてもロールがね
気になるんだよね。足はこっちのがいいな。足はこっちの方がいい。しっかりしてるよね。トルクかけないようにしないとね。
足が硬いからピクピクはするけどね、ピクピクはするんだけど、まあこっちの方が滑る前までは絶対こっちの方がいいよね。6キロ7キロよりは8キロ8キロの方がいい。だけど足はこっちの方がしっかりしてるよね。しっかりします。だから滑る前まではこっちの方が限界速度域は高い。俺の6キロ7キロは限界速度はこんなに高くはないけど扱いやすい。だからまあ皆さんがねどっちを選ぶかだよね。よりやっぱ高いグリップのタイヤにはこういうちょっとレート上げてあげた方が、足としてはサーキット走るんならこっちの方がいい。この足はサーキット方向に向いてる足だよ。だから 70% サーキット 30% ストリートって感じ。俺のは 70% ストリート 30% がサーキット。まあ選択するバネでそうそうそう、まあお好みにっていう、皆さんがね見てる皆さんがそこで自分で変えていけばいい。だから絶対的な乗り心地は6キロ7キロだよ。だけどサーキットでタイムを出したいっていうんだったらこの8キロ8キロでハイグリップタイヤの方がいいかなという感じです。さあ、まあインプレッション、まあね、この黒8にターボをつけてどうか、富士に向けて HKS のねイベントがありますけれども、まあ、それにしてはね雨でもこの6キロ7キロの足で KW の足でねそこそこ走れちゃうんで、だけど富士行くとやっぱこう絶対スピード、まあ、コーナリングスピードですけれどもねボトムスピードが高いんで、さっき乗った KW の8キロ8キロにしようかなと、8キロ8キロを入れてこのトヨタ86が GR86 みたいな乗り心地が維持できるかな。まあ富士用に8キロ8キロ入れてみてで走ってみて絶対いいと思うんで、あとはこのトヨタ86が8キロ8キロの普段乗りがどうかその辺も見ていきたいと思います。